皆さんこんにちは、クレアです。今日はこちらの巾着の編み方をご紹介したいと思います。はい、まずは大きさから測っていきたいと思います。まずぺたんこにして測ってみると、横幅がだいたい16センチぐらい、それから上から下までが約15センチぐらいです。で、円底で編んでいるんですけれども、そこの部分を測ってみると11センチぐらいですね、約の大きさになってます。で、これは円底で編んで、側面を少しだけオフホワイトの色で編んでます。で、4年編みで編んでるんですけれども、こんな感じで斜めに走ってるんですけれども、2段だけドロップの色で編んで、これドロップの色な、糸なんですけれども、編んで、それからオフホワイト、2段だけドロップの色で4年編みしてオフホワイトっていう風な感じで編んでいってます。で、最後だけ紐通す部分だけは、ちょっと2つ鎖を編んで細編みっていう風にしてるんですけれども、やっぱり糸が毛糸でしっかりしているので、形がこう綺麗になってると思うんですね。コロンとした形にすごくできるので、何か入れたりとかですね、お友達にプレゼントしたりとかもできるので、皆さんもぜひ作っていただけると嬉しいです。はい、それでは編むのに必要な材料をご説明していきたいと思います。まず糸はこの2種類を使用していきます。まずこっちの方がドロップという糸です。これ私はキャンドゥさんで購入しました。セリアさんでも売っている糸になります。こんな感じのかすりが出るタイプですね。かすりがアクセントって書いてあるので、こんな感じで出る糸になってます。これはカラーナンバーが3番になります。毛が75、ナイロン25、30g 玉巻きの54メートル。で、かぎ針の指定が6号から8号になってます。で、もう1種類使うのが、このケイト雑貨ストアーズさんのミルクという糸になります。毛が 100%、25g 玉巻きの約38メートルになってます。これは30で54ですよね。で、色番は01番で、かぎ針の指定が6号から8号という風になっているんですけれども、これを先ほどケイト雑貨ストアーズさんに売ってるかなと思って見たんですが、ちょっと売ってなかったので、これは私去年買ったものになります。なので、同じぐらいのこのグラムとメートル数であれば、ちょっと違うぐらいでも全然大丈夫なので、何か代用できる糸で代用していただいたらいいかなと思います。あとドロップと同じぐらいの太さとかで全然大丈夫なので、同じ感じで見ていただけるといいかなと思います。で、その他に使用するのが巾着なのでワックスコードですね。これはダイソーさんで購入しましたワックスコードになってます。はい、これを使用していくのと、あと巾着の紐の先にウッドビーズとかつける方は、ウッドビーズとかもご用意していただいた方がいいかなと思います。で、それからかぎ針。かぎ針はこちらですね、7号針 4mm を使用していきたいと思います。で、それからハサミと、で、閉じ針。で、段数マーカーもあればちょっと便利になるので、そちらをご用意していただいて、では今から編んでいきたいと思います。はい、円を10段編んできました。大きさを測ってみたいと思います。端から測ると約11センチぐらいの大きさになってます。で、ここからですね、側面に入るんですけれども、側面も普通に細編みを根元から編んでいこうと思います。はい、まず側面1段目、鎖を1つ立ち上げます。で、根元から細編みをずっと編んでいくだけなので、根元に入れて細編みを編みます。で、わからなければ細編みの頭に目印として段数マーカーをつけてみてください。で、一周ぐるっとですね、これ60目あるので60目あるようにしてぐるっと編んで、段数を何段か上げていきたいと思います。はい、3段編んできました。で、最後の1目の時に今度はドロップの糸に変えようと思います。で、最後の1目のところの細編みの頭に入れて引き出します。で、いらない糸はちょっと右に置いておきますね。ドロップのこの黄色の糸で引き抜きます。で、こっちの糸は、こっちの糸は後から処理しようかなと思います。ちょっと長めに伸ばしといて、糸処理できるぐらいですね。それで最初に編んだ細編みの頭に入れて2本上に置いてそのまんまで引き抜きます。
で、ちょっとギュッと締めておきます。両方ともですね、こっちもギュッとちょっと引っ張って締めました。で、この糸はちょっともう当分ではないですけど、ちょっとまだ上で使うんですけれども、ちょっと使わないので右の方に置いておきます。で、今度からはこの糸ですね、ドロップの糸で上の段編んでいきます。はい、それでは鎖を1つ立ち上げます。で、この糸はもう後から処理したいと思うので、右の方に置いておいてください。で、次から編み方がヨネ編みを編んでいこうと思います。で、ヨネ編みってまず根元に細編みで鎖、細編み、鎖っていう風な感じで1目ずつに細編み鎖、細編み鎖って入れていくと思うので、その順番でぐるっと編み入れていきます。まず根元の引き抜いたところ、ここが細編みになります。まずは1目細編みを編む。で、編んで、わからない方は段数マーカー引き抜くとこの目印につけておいてください。で、その次の目が鎖になります。鎖。で、この時に、鎖をきつく編んでしまうと、これが中に入っちゃうので、あまりきつく編まずに、鎖を編んでみてください。それが次の目。その次の目が細編みになります。で、鎖。鎖がここの目。その次の目が細編み。っていう風な感じで、ぐるっと一周編んでいきます。鎖を編んだので、次が細編み。最後の1目は鎖で終わることになります。で、最初の編んだ細編みの頭、ここに引き抜いて、はい、これで側面4段目の終了になります。はい、それでは次5段目です。鎖を1つ立ち上げます。で、ヨネ編みなので、細編みを入れたところが鎖になるので、もう1目鎖を編んで、最初立ち上げが2目になるようにします。この鎖がこの細編みの代わりです。で、次、鎖を編んだところが細編みになるんですけれども、この前段の細編み編んだところの前段ですね。前段のこの白いところの鎖の上1本を拾って筋編みを編みます。細編みを。はい。で、わかると思うんですけれども、一つ細編みを鎖を立ち上げたところ、その隣が次、編み入れるところなので、わかると思うんですけど、一応目印に私はつけておきます。はい。で、細編みを編み入れたら次、細編みのところが鎖になります。で、その次、鎖のところ、前々段の細編みの上1本筋を取って、細編み。で、鎖を編む。で、その次が細編み。こんな感じでぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。で、ここが細編みで、細編みのところが鎖になります。で、最後にここに筋が残ってるんですが、ここが細編みになります。で、未完成を作っておいてですね、次は白に変えます。で、変えてから2つ鎖を立ち上げました。そこの2目目のこの鎖1、2、ここに入れて引き抜きます。で、ちょっとキュッと締めておきます。はい。これでこの段ができました。はい。それでは上の段いきます。まずは鎖を1つ立ち上げます。で、前段では鎖編んだので、次はこの筋、前々段の細編みの上1本を拾って細編みをまず編みます。で、わからなければこの頭に、細編みの頭に段数マーカーをつけておきます。で、次が鎖。で、その次、この細編みの
上半目、細編みの上半目に入れて細編みで鎖で、次の目の前々段筋を取って細編み鎖で、筋を取って細編みっていう風な感じで、ここはぐるっと編んでいきます。最後は鎖を作ります。で、最初の細編みの頭、ここに引き抜くんですけれども、今度はまたこっちのドロップの糸に変えます。で、ここちょっとギュッと締めるとちっちゃくなるので、これでこの段が終了になります。この3段が1セットになります。4根編みをこのドロップの糸で2段編みました。で、ミルクのこのオフホワイトの糸で1段編んだ。これが1セットです。まずは鎖を1つ、次の段ですね。この次の1セットのちょっと最初まで編んでみたいと思います。鎖を1つ立ち上げました。で、前段ではこの細編みで始まっているので、もう一回鎖を1つ立ち上げます。それがこの目になります。で、その次は鎖のとこに入れるんですけれども、前々段の細編みの筋ですね。ここの目の、ここはこのちっちゃいとこになるんですけど、ここを取って細編みを編みます。で、鎖が1つ。鎖の目。次のところはこの V の細編みの上の筋を取って細編み。で、鎖が1つ。っていう風な感じで、もうこれを繰り返していけばいいです。2段がドロップの色で4根編みを編む。で、その上3段目だけがホワイト。2段がドロップの糸、3段目がオフホワイト。これで高さを出していきたいと思います。模様編みをしたところから20段編んできました。で、大きさ的に私はこれぐらいがいいかなと思うので、これでやめにして、で紐を通す部分を編んでいきたいと思います。で、こっちのオフホワイトのミルクの糸はもう終わりにこの時点でなっているので、これは後から糸処理しようと思ってたので、この時点でちょっとカットしておきます。はい、それではその上の段ですね、編んでいきたいと思います。まずは鎖を1つ立ち上げます。で、次編み入れるのは、ここに鎖が2目入ってるんですね。私の場合は。皆さんちょっと段数違うかもしれないんですけれども、私の場合はここ2つ入れて細編みになってるので、この鎖のところにもうそのまま側に入れて、それで細編みを編みます。で、細編みを編んで鎖を2目編みます。で、2目のところがこの細編みと次の鎖のとこになるので、2目分開けた3目目、細編みの頭に細編みを編み入れます。で、また鎖を2目編む。で、鎖を編んだところがこの目とこの目になるので、次編み入れるのはここの鎖の部分です。で、ここにそのまま入れて細編みを編みます。で、鎖が2目。2目分がこの目と細編みの頭と鎖になるので、その次の細編みの頭に細編み。で、鎖が2目。1、2飛ばして次の細編みの頭に細編み。で、鎖が2目っていう風な感じでぐるっとここは編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。最後はですね、ここ鎖を2つ作って2目分が鎖で、最初の細編みの頭、ここに引き抜きます。よいしょ。で、これで1周編めたので、ここで糸処理できるぐらいにカットして、それでもう糸処理をしちゃいたいと思います。
はい、中も糸処理をしてきました。で、今から紐を通していこうと思います。で、立ち上がりがここになるんですけれども、ここからも紐を通していきたいと思います。もうこれはどこでもいいかなと思うので、順番に交互にというか入れて紐を通していこうと思います。で、できたらこのセリアさんで購入したウッドピーズ、これを入れていこうと思います。はい、これで巾着は完成しました。こんな感じですね。で、ちょっと丸くコロンとしているので、すごく可愛い感じに今回も仕上がったかなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。